こんにちは。今日はベトナム編続き、電車が間近に走るトレインストレートに行きます。向こうが線路ですね。線路へは立ち入りが禁止されていて、線路脇にあるカフェに行くなら入場できるという暗黙の了解があります。私も入り口にロープがあり、どこから入るんだと困っていると、この人にこっちこっちと手招きされてついていってます。そう、カフェの店員さんなんです。はい、これで無事入場できました。目の前には線路があります。連れられてきたのはこのカフェ。メニューはこんな感じ。特別高いってわけではありません。食事も取れるようです。マンゴースムージーとココナッツコーヒーを頼みました。ココナッツコーヒーはココナッツシャーベットとコーヒーを組み合わせたもので、さっぱりして美味しいです。線路沿いはとてもにぎわっています。観光客かな？子供たちが線路で遊んでいます。こんな感じで線路沿いにはたくさんのカフェがあります。注文していたら自由に散策していいということで、少し線路を歩いています。こんな感じでレールの上で遊んだりできます。日本でも一部のところでは廃線になったとかで線路に入り通ることはできますけど、ここは現役。こんな風に販売しているお土産が置かれていたり、なぜここにですよね。この子は線路に石を並べています。これよくある脱線の原因になるやつですよね。電車来るのが15時20分予定です。ベトナムなので時間通り来るとは限らないので、だいぶ早めに来ているので散策してもう一つカフェに行ってみましょう。このようにペットがいたりでカフェでありながら、裏側では普通に生活があるんですよね。ちょうど道路から見えていた辺りは片側にしか建物はありませんでしたが、こっち側に来ると両側にあり、とてもにぎわっています。ベトナムハノイにはこのような普通に人が生活スペースの真ん中、超間近を自動的に電車が通り過ぎる通りが2つあります。これをトレインストリートと呼ばれ、ここ北トレインストリートと南トレインストリートとあり、北トレインストリートは有名で観光地化され、人も多いです。今回私は北と南両方来ましたので隠していきたいと思います。北トレインストリートは旧市街から比較的近く、地図で言うとこんな感じです。2軒目のカフェはちょうどトレインストリートの真ん中にあるこちらにしようかと思います。1階も空いてるし2階も空いてるからどっちにすると言われたので、2階を一旦見てみます。ここからだと電車の上部は見えますが、ギリギリ感を味わうのはやっぱ1階ですね。やはり1階に陣取って電車を待ちたいと思います。店の前はこんな感じです。メニューはこんな感じ。こちらの方が種類が多く綺麗な感じがしますね。あとクレジットカードも使えるので非常に助かります。再びマンゴースムージーです。ほんとお店によって味が違うんですよね。でもどれも美味しいんです。あとビールも頼んじゃいました。お昼を食べてなかったのでフォーと、この旅でお気に入りになった揚げ春巻きです。こちらも美味しかったんですよね。カフェで飲んだり食べたりしていると、先ほど線路に置いてた紙細工を売りに来たり、ドーナツを売りに来たり、ちょっとしたお土産を売りに来たりしています。タバコもですね、こんなほぼ道じゃないところをバイクが走っていたりします。ほんとこういうのがベトナムっぽい。線路沿いなので地面も悪いし人もいっぱいなのに、こんな勢いで進んできました。この荷物の乗せ方も見事ですよね。いかがですか？この道を電車が通るんです。こんなに広くないの伝わりますかね？少し一緒に歩いてみましょう。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。
登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。電車通過時間は北と南で違い、今いる北とストリートの電車通過時間はこんな感じです。平日の方が便数が少ないのと、ベトナムらしく多分っていうのが時刻表に載ってるのが不思議です。そろそろ電車が来るのかな。ざわついてきて笛の音が聞こえます。ベトナム時間なので電車がきっちり時間通り来るのは怪しいので、少し早めに来るのをおすすめします。私は1時間前ぐらいに来たんですが、これはちょっと早すぎたかな。でも30分くらい前には1階のいい席はどんどん埋まっていきます。30分以上前ぐらいには来ていた方がいい席が取れて良いかと思います。一時期トレインストリートが閉鎖され入れなかった時期があり、それによって今も入れないのではという情報があるのですが、住民の反対がありしれっと再開しています。別にガイドさんをつけなければ入れないとかはありません。さっき私が入ったようにカフェの店員さんに連れてってもらいましょう。間違った情報も結構流れているので注意はしてください。電車の音が聞こえてきました。いよいよですよ。ぶつかるって感じ。みんな3、2、1、はい。いやー、なかなか刺激的な体験でしたね。お、鶏がいる。電車が通過するとみんな一気に帰宅になります。出るときは普通に出ていけば良いみたいです。みんな観光客が一気に退散するので、この後グラブを呼んだんですがなかなか捕まりませんでした。前の道はこんな感じで大混雑しているので、グラブを呼ぶときも少し離れたところで呼んだ方がいいです。次回ベトナム編は南トレインストリートの方を案内します。北と南どっちがいいかご検討ください。バイバーイ。次回は金曜20時、下関唐戸市場で朝ごはんです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。